なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者、第1章、魔王学院編、第23話、魔王城の宝物庫、第24話、サーシャの真意、朗読を始めます。魔王学院の不適合者、第23話、魔王城の宝物庫。壁を突破し続けると、やがて目の前に広い空間が見えた。最下層へ続くダンジョンの隠し部屋である。それを目にして、サーシャは驚いたような表情を浮かべていた。壁を壊した先に、部屋があるなんて。魔法の仕掛けがある隠し通路は、意外とバレやすい。魔力の痕跡をたどればいいだけだからな。魔法を使わないシンプルな隠し通路が、実は盲点だったりするんだ。通るたびに、アイビスの魔法などでいちいち穴を開けた壁を直さなければならないのが難点だがな。でも、デルゾゲードの地下ダンジョンは生徒以外は立ち入り禁止だわ。いつこの隠し通路を見つけたの？俺が作ったと言ったら？サーシャは不服そうに唇を尖らせる。そうやってはぐらかす。言いたくないならいいわ。事実なのだが、まあ、信じないだろうな。行くか。この部屋が最下層につながっている。歩き出してしばらくすると、ひときわ明るい部屋にたどり着いた。天井は高く、ダンジョン内なのに木々の緑で溢れている。水路があり、水面にはキラキラと光が反射していた。太陽の光。ミーシャがつぶやく。ああ、昼間は太陽の光が、夜は月光が、外から取り込める作りになっている。自然魔法陣の発動のため、かしら？ネクロン家の秘術である融合魔法は自然魔法陣を使う。それに習熟したミーシャとサーシャは、一目でこの部屋が魔法を使うための触媒だと気がついた。しかし、2000年前と少し様子が変わっているな。太陽光の差し込む位置が違う。誰かが魔法を使うために調整したか？もっとも、地下ダンジョンは俺だけではなく、配下の者も使っていたので、珍しいことではないのだが。ふと俺は天井を見つめる。無論、何の変わり映えもしない天井で、そこに何があるわけでもない。どうかした？いや、気のせいだ。自然魔法陣の部屋を後にして、俺たちは先へ進む。長い下り階段を延々と降りている途中、サーシャが言った。ねえ、アノスはここに来たことがあるんだったら、ガトムで移動できないの？この地下ダンジョンは、ガトムを乱す反魔法がかかっているからな。使えるは使えるが、どこに転移するかわからない。反魔法を解除することはたやすいが、そうするとダンジョン自体が崩壊する仕組みになっている。俺だけ、ガトムが使えるようにした場合は、結局、抜け道を作るようなものだからな。自分でも、ガトムが使えない仕組みにするのが、侵入者を阻む最適な手段だ。もう2時間以上歩いてるけど、どこまで降りれば着くのかしら？見て。ミーシャが前を指さす。階段の終わりが見えていた。ふむ、最下層に着いたようだな。本当に？サーシャは一足先に階段を駆け下りていく。そして、目の前にあるものを見て、呆然と立ち尽くした。俺とミーシャが追いつく。そこには巨人のものと思えるほどの巨大で豪奢な門があった。祭壇の間の扉だ。ミーシャが魔眼を働かせ、じっとその扉を見る。反魔法。ああ、魔法で壊して入ろうとする輩がいるからな。ミーシャはさらに魔法の深淵を覗く。ジオグレイズ、級でも破壊できない。はあ、じゃ、これ、どうやって中に入るのよ。やれやれ、まだ誰と一緒にいるか分かっていないようだな。少しは頭を使え。壊そうと考えるから、行き詰まる。魔法が効かないなら、魔法以外で開ければいい。悠然と前に出て、巨大な門に手をやる。ぐっと力を込めると、ギギーと重たい音を立て、扉が開いていく。開いただろ。ミーシャは唖然とした後ぼやくように言った。私の魔王城を持ち上げた時も思ったけど、あなたの体、どうなってるのよ。なんでこんなバカでかい扉が開くわけ？サーシャは扉を押してみるも、当然のことながらうんともすんとも言わない。可愛いことをするものだ。日頃の鍛え方だな。鍛え方同行の次元じゃないわ。サーシャはじっと考えながら、こんなに力の強い決闘があったかしら？などとつぶやき、自問している。
そんなことより、目当てのものがあそこにあるぞ。開け放たれた部屋の奥には、祭壇があり、そこにまがまがしい杖が立てられていた。あれ、王爵よね。まがんでみれば、あの杖に絶大な魔力が込められているのが一目でわかるだろう。ゼペスが持っていた生蔵な魔剣とは違う。正真正銘、神話の時代の産物だ。これでダンジョン試験の満点は確実だな。誰かが持ち出していたら、とも思ったが、残っていて何よりだ。ねえ、触ってもいいかしら？ダンジョン試験で手に入れたものはハンリーダーの所有物になる。だが、あれだけの魔法具は神話の時代でも、そうそうお目にかかれるものではない。サーシャほどの魔眼の持ち主なら、興味を抱いて当然と言えよう。いいぞ。ありがとう。嬉しそうに祭壇に駆け寄り、そしてサーシャはそっと王爵を手に取った。見たこともないであろう魔法具の神秘に、彼女は心を奪われたように、じっと見つめている。ふむ。ちょうどいい。しばらくはあれに夢中だろう。ミーシャ、こっちに来な。ミーシャに声をかけ、祭壇の間の脇に設けられた扉の前まで移動する。何？ホウモツコだ。部屋の中に入る。一見するとただの伽藍堂だが、俺が、姿を見せよ、と声を発すると、魔法のベールが外され、魔剣や魔導甲冑などの魔法具が次々と現れていく。神話の時代に俺が集めたものだ。その中には、マイトマシリュウというドラゴンから取れる希少なマイトに、月の光を練り込んで編み上げた、月夜のドレスや、世界一美しいと言われる黄金のシシリウスの金毛で織った、金獅子のローブ、など、数多くのきらびやかな衣装も取り揃えられていた。サーシャに似合うものを選んでいいぞ。ミーシャはじっとホウモツコの衣装を見つめる。なかなかわかっているな。彼女が注視しているのは、服の見てくれではなく、その深淵だ。神話の時代の魔法具は自ら持ち主を選ぶ。自分が使うものならいざ知らず、他人に送るものを選ぶとなれば、簡単なことではないのだが、さてどうか？しばらくして、ミーシャは歩き出した。これがいい。彼女が手にしたのは、新鳥フェニックスの羽毛を編んで作った不死鳥の方へである。身にまとったものに不死なる炎の恩恵をもたらす反面、ふさわしくないものは焼き尽くしてしまうという曰く付きの代物だ。見た目はまあ綺麗だが、着るとなるとなかなか大変だぞ。理解しているということか。なかなかどうして、やはりミーシャは見る魔眼がある。確かにサーシャにはこの不死鳥の方へがふさわしいだろう。なら、渡してやるといい。嬉しそうに微笑み、ミーシャは、不死鳥の方へ、を大事そうに両手に抱えた。そのまま彼女はサーシャの元へ向かおうと扉へ向かう。だが、その途中、台座に置かれてあったリングに目を奪われた。ハスハ氷の指輪、である。その霊気が、七つの海をハスハ氷で埋め尽くすということから、この名が付けられた。ミーシャがその指輪を目にしたのは偶然ではないだろう。魔法具と術者は惹かれ合う。今回のケースで言えば、ハスハ氷の指輪に呼ばれたのだ。欲しいか？ミーシャは無表情でじっと指輪を見つめたままである。ミーシャも明日が誕生日だろ。すると、彼女は首を左右に振った。大丈夫。逃げるようにミーシャはホウモツコを出ていく。ふむ。何やら事情があるのかもしれないが、まあ、本心ではあるまい。俺は、ハスハ氷の指輪を手に取ると、すぐミーシャを追いかけてホウモツコを出た。アノス、ミーシャ、どこ行ってたのよ。気がついたら、いなくなるんだもの。心配したわ。王爵を手にしたサーシャがこちらへずんずんと詰め寄ってくる。悪かったな。心細かったか？したって言ってるの。何を照れているのか。心細いならそう言えばいいだろうに。その顔、やめてちょうだい。見下されているような気になるわ。何を言う？見下すなどという言葉は俺の辞書にないぞ。鏡を見てから言ってちょうだい。意味のわからないことを言うやつだな。ところで、もうここには用はないのかしら？くるり、ときびすを返し、サーシャは祭壇の間を眺める。ダンジョン試験についてはあとはもう戻るだけで終わりなのだが、もう一つの用を先に済ませておいた方がいいだろう。それ、渡すといいんじゃないか？俺の背中に隠れているミーシャに言った。今？それとも、
隠したまま持って帰るか？ミーシャは少し考えた後ブルブルと頭を振って、俺の背中から一歩前に出た。サーシャが振り返る。そして、ミーシャの手にある不死鳥の方を見て、驚いた。それ、どうしたのよ、ミーシャ？見つけた。ここで、コクリ、とミーシャはうなずく。あげる。私に、でも、いいの？だって、これ、とんでもない魔法具よ。不死鳥の方に秘められた莫大な魔力が分かったのだろう。サーシャはその魔眼でじっとそれを見つめている。明日、誕生日だから。彼女がそう口にすると、サーシャは柔らかく笑った。目尻には、うっすらと涙が浮かんでいる。私、何にも用意してないわ。私はいらない。サーシャが困ったように微笑む。ありがとう、ミーシャ。すごく嬉しいわ。一生、大事にするからね。ミーシャが嬉しそうに笑った。不死鳥の方を見つめるサーシャの瞳に魔法陣が浮かぶ。破滅の魔眼、だ。ここで使う意味はないから、感情が高ぶり自然と出たのだろう。だが、妙だな。喜びが溢れて出たのなら、誕生日だと言われた直後のはずだ。不死鳥の方を見ているうちに何かを思いつき、そして感情が高ぶった。そんな風に思えるが、一体何を思いついたのか？着てみてもいいかしら？ミーシャはコクリとうなずき、不死鳥の方をサーシャに手渡した。彼女は制服のボタンに手をかけ、そしてはっと気がついたように俺を見た。着替えるんだけれど。ああ、後ろを向いていよう。そんなんじゃダメに決まってるわ。そこの部屋に入ってなさい。まったく、手間をかけさせるやつだな。仕方のない。言うことを聞いてやり、俺は宝物庫の中へ入る。扉を閉めようと思ったら、そこにひょっこりとミーシャが顔を出した。喜んでもらえた。よかったな。アノスのおかげ。選んだのはお前だ。ミーシャがはにかむ。今日が人生で一番嬉しい日。大げさだな。ふるふるとミーシャは首を横に振った。ありがとう。俺はうなずき、そっと扉を閉めた。第24話、サーシャの真意。宝物庫の壁にもたれかかり、俺はぼんやりと宙を眺めていた。それにしても、暇だな。かれこれ10分は経っているはずだが、たかだか着替えるのにどれだけ時間がかかるというのか。催促するように扉を叩いてみたが、しかし、帰ってくるのは静寂ばかりだ。妙だな。サーシャならともかく、ミーシャは扉を叩けば返事ぐらいするだろう。まさか俺を置いて、帰ったわけでもあるまいし。それとも？ミーシャ、いるか？開けるぞ。返事がないので、俺は扉を開けた。祭壇に目を向ける。さっきまでとは明らかに印象が異なる。赤いのだ。祭壇の前には、水たまりのように溢れた血があり、その中心にミーシャががっくりとうなだれるように膝をついている。右胸にはナイフが突き刺さっていた。見たところ生きてはいるようだが、すぐに治療ができないようにか、ご丁寧にミーシャの周囲には魔法障壁が張り巡らされていた。あら、ようやく出てきたの。ずいぶん素直に言うことを聞いたものだわ。祭壇とは反対側、入り口にいたサーシャが声を発した。不死鳥の方を身にまとい、王笏を手にしている。ふむ、何の真似だ、サーシャ。すると、サーシャは嘲笑するように言った。バカみたいだわ。ちょっとぐらい仲良くしてやっただけで簡単に騙されるんだもの。この私が、本当にそんなガラクタ人形と仲良くしたいとでも思った？全部このダンジョン試験で1位になるためのお芝居に決まってるじゃない。芝居か。ミーシャと仲直りしたのも、それを喜んでいたのも、誕生日プレゼントに涙したのも、これまでの全ては全部嘘だったと？男なんて単純だわ。ちょっとキスしてあげたぐらいで、コロッと騙されるんだもの。私があなたみたいな雑誌を好きになるとでも思ったのかしら？ずいぶん演技がうまいんだな、サーシャ。そう口にすると、サーシャは若干ひるんだように俺を睨み返した。どういう意味かしら？何、演技が上手そうには見えなかったからな。名演技でしょ。だが、裏切るにしてはどうも手ぬるいな。やるならミーシャは殺し、蘇生が難しいように肉体を細切れにして、その肉片を一つずつ岩の中に封印し、
探し出せないように世界中にばらまいて、まあようやく序の口だ。そうしなかったのはなぜだ？サーシャは顔をしかめる。ドン引きといった雰囲気だな。やはり、非常に徹しきれていない。ナイフで胸を撫でた程度のいたずらで、何を生きがっているんだ？うるさいわ。ダンジョン試験で1位になればそれで目的は達成なだけよ。それも妙な話だ。王爵を持っていっても、お前が俺の範囲である限りは無駄なはずだが、手に入れたアイテムの所有権はハンリーダーにある。だが、サーシャはにっこりと笑い、魔法陣を展開した。ゼクトを破棄するわ。そう口にすると、ミーシャとサーシャの間で交わされた、ゼクトの効力が消えた。確かにこれで俺の範囲になる契約は無効だから、いつでも抜けることができる。しかし、見たところ、ミーシャは、ゼクトの破棄に同意していない。ゼクトは原則、両者の合意がなければ、破棄することができないはずだ。たとえ、相手が死んだとしてもその効力は続くのである。サーシャに、ゼクトを強引に破棄するほどの魔法が使えるとも思えない。いくつか考えられることはあるが、妥当そうなのは一つか。なるほど。興味深いな。俺がそう感想を漏らす。それだけで優位に立っていたつもりのサーシャが、逆に追い詰められたような顔になった。あなた、頭がおかしいんじゃないかしら？その子放っておいたら死ぬわよ。そんなに余裕ぶっている状況じゃないのが、わからないの？ふむ。この状況の一体何が問題なんだ？見たところ、普段と何も変わらない。退屈で眠たい午後の授業だろうに。俺の言葉に、ますますサーシャが視線を険しくする。まあ、少し姉妹喧嘩が過ぎるようだがな。そのガラクタ人形を妹だと思った覚えはないと言ったでしょ。時を込めて、サーシャは言った。いい？それはね、私に利用されるためだけに生まれてきたの。使うだけ使って、役に立たなくなれば、ボロ雑巾のように捨てられる。哀れで、惨めな、魔法人形だわ。吐き捨てるように、憎しみを込めるように、サーシャはただただあげつらう。ふふ、あはは、あはははは、許してなんて言葉、本当に信じるなんてね。何度騙されれば気が済むのかしら。本当にバカなお人形さん。私とあなたが仲良くできるとも思っているのかしら。ああ、でもよかったわ。もう使い道もないと思っていたけれど、その雑誌を騙すのに役立ってくれた。彼女の視線は俺ではなく、まっすぐミーシャを射抜く。ねえ、ミーシャ、まだ生きてるの？最後だから言っておくわ。何度騙されたって、そうやって信じてくる。あなたのその良い小ぶりっ子なところが、私は虫唾が走るぐらいに大嫌いだったわ。感情を高ぶらせ、刺すようにして発せられたサーシャの言葉。だが、その瞳に、破滅の魔眼は浮かんでいない。さっきから、ただの一度さえ。それで、一歩、サーシャへ向かい、足を踏み出す。本音のところはどうなんだ？そう問うと、サーシャは俺をきっと睨む。今度はその瞳に、破滅の魔眼が現れた。どうした？見透かされて怒ったか？サーシャは俺を睨み続け、しかし、途中でふっと微笑した。あら、もしかして、あなた、私が、破滅の魔眼を制御できないと思っているのかしら？そう言って、サーシャは静かに目を閉じる。ゆっくり目が開かれると、彼女の瞳からは、破滅の魔眼が消えていた。ほら、ご覧の通りよ。こんなのを制御するぐらいなんでもないわ。サーシャはどこかほっとしたようにも見えるが、さて実際のところはどうか？俺の思い違いと言いたいわけか。なるほど。それで、もう一歩、俺は足を踏み出す。本音のところはどうなんだ？サーシャはキュッと唇を引き結ぶ。俺が迫ってくるのを警戒しているからか。それとも？あなたもそのお人形さんと同じね。聞いたわよ。ゼペスとリオルグの話。兄弟は仲良くしろなんて、押し付けがましいにも程があるわ。あなたみたいに平和で、のんきで、世間知らずなバカばかりじゃないの。俺が世間知らずか。まあ、この時代に限っては、そうなのだろうな。しかし、平和とは言ってくれる。ちょっとぐらい力があるからって、何も知らないくせに、良い人ぶって好き勝手口を出さないでちょうだい。断る。即答すると、サーシャは絶句した。俺は言いたいときに、言いたいことを言う。聞きたいときに、聞きたいことを聞く。
誰からも指図は受けん。もちろん、それなりの礼儀はわきまえているつもりだが、しかし、今、言葉を引く理由は何もあるまい。サーシャ、俺の配下でありながら、俺の友達に手を挙げておいて、まさか、ただで済むとは思っていないだろうな。俺はまっすぐサーシャのもとへ歩いていく。彼女は身構えるように王爵を強く握りしめた。いいのかしら？私にちょっとでも危害を加えれば、あの子は死ぬわよ。連動魔法、レント、か。サーシャに危害を加えると、それが、レント、となり、連動するようにミーシャの周囲に張り巡らせた魔法障壁が縮小して、彼女を押しつぶす。ナイフがさらに深く突き刺さり、絶命する仕組みだろう。先にあっちを何とかすることね。いくらあなたでも、魔法障壁を壊して、ミーシャを治すのに10秒はかかるでしょ。それだけあれば十分だわ。フレス、お使い、サーシャの体が浮かび上がった。彼女はダンジョンの中を低空で飛び、この場から離脱する。だが、それよりもはるかに早く、俺は地面を蹴り、サーシャに接近していた。彼女の手を掴むと、驚きのあまり、サーシャは目を丸くするしかなかった。同時に条件が満たされ、レントの魔法が発動する。しかし、ミーシャは無事だった。魔法障壁には何の変化もない。どういうことよ、レントは確かに発動したのに。サーシャは魔眼をミーシャに向ける。よく深淵を覗けば、その魔法障壁と胸のナイフ、そして血が、俺の幻影魔法で作った偽物だということがわかるだろう。ミーシャはとっくに回復魔法、エントによって、傷が治っている。連動するべき魔法障壁が壊されていては、レントが発動しても何も起こるわけがない。ライネルの魔法、嘘でしょ、いつの間に？見た瞬間に決まっているだろう。友達が死にかけているというのに、放っておいては良いやつぶることもできないからな。その後、サーシャが何か企んでいるのだろうと思い、ライネルでしばらく泳がせたというわけだ。さて、あっちは 0.1 秒でなんとかなったが、お前が逃げるまでの残り 9.9 秒、一体何に使うべきだと思う？ほんの少しだけ、握った手に力を入れる。サーシャは痛そうに顔をしかめた。待って。祭壇の方から、声が聞こえた。サーシャの手を掴んだまま、そこを振り返る。ライネルを解除すると、ミーシャが立っていた。許してあげて。ふむ、らしいことを言う。まあ、許すのは構わないんだが、何を考えているか洗いざらい話してもらった方がいいと思うが、こんな手ぬるい裏切り、猿芝居だと言っているようなものだ。ミーシャはふるふると首を横に振った。無理やりは良くない。やれやれ、いつになく切実な目で訴えてくるな。ダメ？まあ、いいだろう。指図は受けないが、願いなら話は別だ。特に友達の頼みぐらいは心よく引き受けるものだ。ミーシャに感謝するといい。手を離す。すぐにサーシャは逃げるように空を飛んだ。ミーシャ、あなたって、本当にバカね。それで私がお礼を言うとでも思った？おあいにくさま。あなたの人生、全部私に利用されるためにあったのよ。せいぜい最後の瞬間に、後悔するといいわ。言った瞬間、サーシャは、フレスの制御を失う。床に落下し、派手に転がった。何よ、これ？ああ、悪い。見逃してやったというのに、お前があんまりはしゃいでいるものだからな。ついつい飛べないように、魔力場を乱してしまった。屈辱そうな顔を浮かべる少女に、俺は不敵に笑ってみせた。敗者は敗者らしく、せいぜい地べたを這って、帰ることだ。でなければ、俺も気が変わるかもしれんぞ。偉そうなやつ、覚えてなさいよ。はは、と思わず爽やかな笑いが漏れた。そういうゼリフが聞きたかったんだ。やれば、できるじゃないか。きっと睨んできながらも、きびすを返し、とぼとぼ歩いてサーシャが帰っていく。その背中に、俺は声をかけてやった。サーシャ、配下の裏切りに俺は寛容だ。ましてや、その程度のいたずらではな。相応の礼を尽くせば、許してやるぞ。サーシャは振り返りもせず、そのまま去っていった。次回は、魔王学院の不適合者、第25話、ミーシャの秘密、第26話、2度目の勝負、高評価、チャンネル登録、お願いします。